もう見るからにナンバーワンだっていうオーラを出せなかったらもうナンバーワンじゃないんじゃないのかなっていうぐらいの世界観になってますよね。風営法が改正され、初のホストクラブ密着を敢行。役職公にできなくなっちゃって、いや苦しいっすね。早めに幹部になりたいしとか、そんなこといやそういうのは言いたいっすよ、もちろん。数字が全てのホストの世界。それが今、その頑張りを目に見える数値化できないっていうのはオーナーとしてはもどかしいなっていうのはあります。夜の街はなくなってしまうのか。お客様の来店です。いらっしゃいませ。当局の取り締まりが強化された直後、ローランドのお店に密着カメラが入った。一体何が変わったのか。VIP ルームを覗いてみると、アルコールとノンアルコールご用意してるんですけど、飲酒がよろしいでしょうか。アルコールで承知しました。アルコールですとスラットと関連のご用意ございます。いかがなさいますか。スラットで承知いたしました。緊張の面持ちで新人研修真っ最中。指導教官の経歴は一風変わっていた。この人がオリジン弁当の店長。ちゃんとできてるかどうかみたいな覆面調査あるんですよ。それで全国1位になりました。弁当屋台のローランドで35歳。この世の終わりっす。いわゆる昼食の元幹部を指導係に大抜擢。一方、その片隅でなんで赤ボールペン持ってきてるの。珍しくね。いや間違いだね。なかったんです赤ボールペン。名刺に修正テープ。一体何が。消さないといけないですからね。どういうことなんですか。もう役職名乗れなくなっちゃうんで、もうなっちゃってるんで、消さないで。あ、そういうことね。そうですよ。そう、今ホストクラブは6月28日に施行された改正風営法に大きく揺さぶられていた。はい。おはようございます。はい、お疲れ様です。みんなもね知っての通り風営法の改正がありまして、ナンバーワンって言ってはいけませんとか、あとは売上何千万って言ってはいけませんとか、役職、名刺だったりとか、役職を外しましょうっていうところと、売上を想起させる、なんか売上を上げたいっていうような意思をこの広告から1ミリも感じ取られないような、完全に法律にのっとってどこを叩いても埃の出ないような営業をしていくっていうのが、会社としてのテーマになると思います。広告や宣伝からナンバーや役職、売上など営業成績を示すワードを消去。このような表記がお客さんの高額な支出を煽り、トラブルの原因になる可能性があるとされ、今ホストクラブの看板はところどころ黒塗り状態。お客さんと従業員の安全を保護するための法改正ではあるが、こうなると思いました。いや思いませんでしたよ。今これ何枚ぐらいあるの。最初僕300枚ぐらい発注したんですけど、100枚ぐらい消す作業してますね。そっか。皆さんが応援してくれてこうやって役職やっとつけたのに、なんか役職公にできなくなっちゃって、苦しいっすね。ホストになってちょうど1年。まさに寝耳に水の法改正。
どうですかホストクラブの印象は。いや、すごいです。みんなキラキラしてて、僕も早くこうなりたいです。お客さんのおかげでようやく勝ち取った勲章。ただそれを隠さなければならない。彼らが手放したのは肩書きだけじゃなかった。4年目のホストの場合、いろいろルールが厳しくなってからなんか感じてる。結構やっぱ配信してる中で、5月にちょっとクルーズ船を借りて投げ銭タワーをしたんですけど、でもそういったアーカイブとかも全て消さないといけなくなっちゃって、投げ銭で応援してもらったみんなとのこの思い出のアーカイブだったりとかも動画だったりとかも全て非公開にしないといけなくなったんで、思い出すら残せないってこと。そうなんですよ。鹿児島県の超大型スーパーの御曹司朝日蘭。安定を捨て福岡でホストを経験した後、東京で一花咲かせたいと第1期オーディションに姿を現した。ちょっと見たいな、筋肉。筋肉ですか？一回いける？ベルトダセーな、しかし。ベルトですか？ああ、もうちょい東京風になる必要がある。まあいいや。ああ、いや、いい筋肉してるよ。ああ、これ絞ったら結構いいカット出ると思う。まあでもファッションがちょっとダセーっていうのはあるけど。蘭はお金よりもホストという生き様を求めた。一流になるために1200万円をかけ顔を変えた。1000万オーバーおめでとうございます。店舗での売り上げもさることながら、もう俺はサンライズのみんなと出会えたことが俺は一番のもう財産です。本当にそう。本当にみんなありがとうね。でも改めて朝日蘭を応援するお客さん、通称サンライズたちと配信でも絆を強め、その歴史はアルバムのように SNS に蓄積され続けたが、配信とか、YouTube とか SNS 上で、なんかナンバーワン取りたいからとか、そういうのでこう応援して、今までそういうやり方だったけど、そういうのとか言えなくなって。そうだね。従来あったように、バースデーイベントのためにこれやりたいですとか、シャンパンタワーのためにやりたいです、こういう名目に関しては一切言えなくなります。でこれ配信が引っかかってくるかどうかもまだその事前段階だと分からないの、正直。でも分からないんだからやろうじゃないのよ。俺たちの判断としては分からないんだったらやめとこうねをしっかり判断できるのが多分これ正しい選択だと思ってるんで、引き続きこんなにちゃんとやってる店ないよねと言えるようなコンプライアンスの徹底と法律をしっかり守るっていうところは改めてしっかりと意識してほしいなと思ってます。ホスト業界を背負うローランドにとって危ない橋は絶対に渡れない。規制違反の可能性があるものは全て消去。それは過去に行った配信も例外ではなかった。今までのこのそのクルーズ船だけじゃなくて、それまでの過程、作り上げる過程とかも全部こう消さないといけなかったんで、ちょっときつい部分はやっぱりあって、視聴者の方からどうにか残してくれってすごく言われたんですけど、法改正後、蘭はお店のルールに従った投稿に切り替えた。発言内容にもかなり気を使うようになった。夜の街のお祭り騒ぎはもう許されなくなってしまったのか。こんばんは。いいですか？はじめまして、リンです。お願いします。あれでしょ、写真。改正風営法が施行され10日後の営業。店内は初回客でにぎわっていた。金髪。
金髪何人かと悩んでえりすぐりのイケメンたちから俺なんだ。さすがじゃん。まずは2年前の公開オーディションで採用された元工場勤務リンがお客さんをお出迎え。あ、本当に？でもうちはローランドグループは気になってたけど、まあ推しメンってか気になるメンバーはいなかったんだ。それはなんか嬉しい。なんか敷居高いって言われると嬉しい。でもなんか俺指名だったらちょっとありだなって思うでしょ。じゃあここじゃん。いやでもここなんだけどそれはやめて。寂しいから。じゃないと決めれない。じゃあ話早いから LINE 教えてよ。鹿児島から上京して早2年。リンのビジネストークは洗練されていた。一方、現役慶応ボーイホスト2年目の健三。初回客に着くには少し心配だが。隣いいですか？肌綺麗で羨ましい。俺も色白いんけどさ、あんまり綺麗な白じゃないからさ。いい白の俺なんかなんだろう、わかるかな。色の白さでも種類あるじゃん。ピンとこない？俺割と不健康な色の白してるから、俺勝手にホスピタルブルーって呼んでんだけど。いただきます。そんなことないですか？お褒めの言葉ありがとうございます。いただきます。どうも。偏差値高めのワードチョイスだが、もともとアドリブが大の苦手で。可愛いって言われ慣れてそうじゃん。実際言われ慣れてんだけど、毎日可愛いって言われないとやっぱ。じゃあいいとこ3つ褒めてみて。ビジュアル面の3つ。はいスタート。ビジュアル面いやいやいやこのキョトン顔が大炎上。そして今宵のアドリブトークは出身別にこの辺じゃない？どこ？ああ近いな。難しすぎ？東横線沿いの人？俺生まれ東横線沿いだからさ。しかも特急止まる駅だね。難しいけど俺も特急止まる駅だ。共通点を何とか見出し突破口を見つけると。アルバイトしてる？あ、忙しいな。したらな。あ、いろんなことしてる。いろんなことした方がいいよ。俺もいろんなことしてここに来たから。ウーバーイーツやって、予備校の先生やって、ガソリンスタンドで洗って、いろいろやってからここに来た。予備校いそうでしょ？何の科目だと思う？あ、正解。馬先トークでお客さんと意思疎通。ビジュアル面健三は見違えるほど接客スキルを高めていた。あ、そうなんだ。ちょっと羽伸ばしに来てみようかなみたいな。じゃあちょっとその候補の1個にいいですか？初回客には 7,8 名のホストが数分ごとに席に着く。ホストにとって本指名につながるチャンスであり、その機会はもちろん新人ホストにも訪れる。失礼します。ご一緒いいですか？武蔵と申します。お願いします。ちょっと新人すぎて手書きやねんけど大丈夫ですか？ちょっとドリンクいただいていいですか？いただきます。今時感たっぷりのこの新人。韓国系だよね。ああ、本当ですねえ。誰が好きなの一番韓国？まあ、普段テテとかなっちゃうんですけペットこうやってこれ。ど。いや、あやって俺が2年前されたことさ。いいじゃんいいよ剣道13年間してました。おどけ。自分の功績とかってある？
インターハイの3位まで来ました。すごくね全国結構頑張ってました。すごくねでも俺結構好きっすね。分かる分かる素直そうだもん、こう見えて剣術を極めし武士系ホスト、オーディション5期生武蔵。指導理由はホストをして自分の人生一発逆転したいなと思ったので応募させていただきました。元営業職の武蔵。これまでのオーディション生の活躍に憧れ、安定した職を捨てホストの道へ。入店からわずか1ヶ月半、先輩たちに続き連絡先をゲットできるか。可愛い、なんか可愛いからなんか接客しやすい。わかる？可愛くない人だったらさ、可愛いですねみたいになりそうやけど、可愛いから言いやすい。あ、可愛いねみたいな、なんかスマートにスムーズにいけるから、いいね。名前は？ちゃん？珍しいな名前。香水は何使ってるの？いいね。あ、だからや。通りでいい匂いや。ティファニーはそれいい匂いやわな。初めて嗅いだかも、ティファニー。あ、匂いパチみたいな。わかる。匂いいい。あ、いいよ、そんな。あ、やばい。がっつり。でも漏れてないんです。奇跡的にやっぱ高いからこれも丈夫なんちゃう。きょとん顔など一切見せず文句なしの安定感。呼ばれたもんだから最後 LINE 交換していい？これぞ武士道。マジ楽しかったからさ。汗一つかかずに一本決めた。ありがとうございます。楽しんでください。続いてのホストは女性にどん底を味わわされたばかりのオーディション5期生。失礼します。みなとって言います。すいません、こんな手書きでお願いします。なんか俳優だったの？あ、そうです。もともとその CM とか。すごいね。何の CM ですか？言霊っていうスマホゲームのアプリがあるんです。いたいたいた。これ？その右側になります。ダントツの爽やかさを見せたが、実はありがたいことにその、ね、結婚したいから付き合ってくれと、いただきまして、でもその夜食というかの方に寝取られてしまい。リアルだ。いや、そうなんだ。ちょっと悔しくて。悔しいよな。うるせえなそいつな。ふざけやがって。そうなんですよ。だからその夜食の風の男に取られたから夜食入ってバリバリブイブイして見返してやろうみたいな。そうですね。そう夜の街を見返したい、そんな復讐心に燃える寝取られ男だった。好きな芸能人とかは？俺も韓国好きだよ。王道好き？エンティームの K 君でした。めちゃめちゃ最近知って K 君で、だから K 君がこれつけてたから硬い。そう同じジェントルモンスター。元役者の湊、得意の芸能トークで会話を弾ませる。性格は？どういう人だよ。俺や。誰でもいい。誰でもいいの？あまりにも自分の芯がない人ぐらいの優しさやる。ちゃんと知り合って、かつ、言うこと言ってくれるし、頑張ってるから私もお金使いたいなの人が。なるほどね。俺ちゃんとこの先の目標もあるし、ね、優しい、超優さおだし。本当？めちゃくちゃ優しいよ。その後しっかりと連絡先も獲得した湊だったが、
ホスト密着歴8年のディレクターは今の湊の接客にある違和感を覚えていた。法律が変わってさっきなんか自分にも目標あるしみたいな喋った時にあれこれ以上喋っちゃいけないんだみたいな思ったんですか？まあなんていうんだろう、こう数字的な部分は難しかったんですけど、密着ディレクターが指摘したシーンがこちら。まあ言うこと言ってくれるし、頑張ってるから私もお金使いたいなの人でも。なるほどね。まあ俺ちゃんとこの先の目標もあるし、ね、優しい。限りなくふわっとした目標で言葉を濁しているようにも見えた。もし法律変え手がなかったら本当は早めに幹部になりたいしとかそんなこと言いたかったんです。いやそういうのは言いたいっすよ。もちろんやっぱ一番の目標はそこですし、まあお金いくらプレイヤーとかナンバーの部分とかもやっぱ言いたい部分はあるんで、そこは確かにちょっと突っかかる部分はありますよ。新人なんでもともとそういうの言ってたわけじゃないから、そういうのはまあ最初から意識すればまあ簡単になりますけど、やっぱでもたまにあってなっちゃう時とか、やばい今言っちゃったかなみたいな時は結構あったりするんで。新人だからこそ本当は夢や目標を直接お客さんに伝えたい。一見すると歌舞伎町全体の雰囲気は外国人観光客も増え空前のバブル状態。私たちが知る日本一の繁華街かと思いきや、役職公にできなくなっちゃって、いや苦しいっすね。作り上げる過程とかも全部こう消さないといけなかったんで、ちょっときつい部分はやっぱりあって、表の変わらぬにぎわいとは裏腹にホストクラブの中では改革が始まっていた。ただ物事の捉え方は十人十色。さちゃんのさ見た目がめっちゃ好きで、さっきさあっちで書き物してたじゃん。であの時にめっちゃ可愛い子来たと思って、ショートカットめっちゃ好きなの。ショートカットで髪明るい子だから、さっきナイキンさんがどっちつきたいって絶対右つきたいって慣れた様子で女性を褒めちぎるのは元自衛隊で EXPG にも所属していた広臣。これさ、俺の匂いするの。匂いしてみて。いい匂いした。これ何の匂いか分かる？これ俺のこと忘れられなくていっぱい嗅いでね。広臣といえば先日配信した沖縄の社員旅行でお土産買いましたもん。親に渡す。今回親に会いに行くんだ。親にも一応ちょっと自由時間あるんで。沖縄出身の広臣はホストになって初帰省。成功した姿を直接親に見せたかった。親孝行でこういうこともらいたいとかあるんですか？こういうことを受けたいとか。大学費出してほしいかな。ちょっとリアルだった今。リアルっすね。まあでもそれは出そうと思ってます。マジ？はい、いやそれ出したらすごいな。かっこいいでしょ。田舎の母に誓った親孝行。法改正はその直後だった。法律？いやまあ別になんか何とも思ってないんですよ。だから何とも思ってないんで、だから言ってみればもともと芸能人目指してたんで、それの続きできんなと思ってっていう感じっすね。だからなんかよりなんかこう芸能人っぽくいいような活動が自分でできるなと思ったんで、だからその指名してくれる女の子イコールファンみたいな
からそのファンの女の子たちを自分の持ってる能力で楽しませれるっていうのはなんか前から変わんないんで。ご両親はどんなリアクションですか、この話聞いて。この話聞いてですか。まあ捕まらないように頑張れ厳しくなってるから。あ、そうですそうです。風営法が変わっても自分は自分と動じない者もいる。ただルールはルール。ありがとうございます。よいしょ。今月は同盟ありきで6500万ぐらいで売りたいです。よいしょ。あのお祭りは記憶の彼方。まあちょっと時代の波に乗ってこうやってみんなに応援していただいてるんですけど、そう思い出たちはなくなった。法改正はお店の存続を左右するのか。次回メイドカフェのカフェじゃないけどね。にゃんにゃんはそうね。一回やっとく？にゃんにゃん。たとえ数字のアピールができずともまだ武器を失ったわけではない。自分の力入れてくんない？ローランド様は神様なので。ああ。その辺の神社よりもご利益あるからね。ありがとう。あ、やばい。あれ。いや、だから綺麗じゃん。グループを代表するローランドの変わらぬ姿。今も従業員84名の命運を背負ったままだ。法改正の影響があるんですかね。いやだって僕ホストクラブ密着を、まあ、かれこれ7年以上やってるんですけど、初めてなんですよ。密着史上初、予想だにしない結末が待っていた。